こんにちは、アカデミアの富代です。富代アカデミアニューベーシックは第12回になりました。今日は基礎2セクションでカットする軽い質感のショートボブをカットします。今日も扱いやすさ、フォルム、バランス、どこから見ても綺麗なシルエットを目指してカットしていきましょう。2セクションとは内側を短くして上から長い髪でカバーしたスタイルになります。こうすることで髪の分量調節と動きが出やすい特徴のヘアスタイルになります。サロンスタイルとして人気の高いデザインです。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳できますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが、大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。では、はじめに仕上がりデザインをよく見ていただき、全体のバランスやシルエットなど頭に入れてください。イメージができましたら早速始めていきましょう。では、動画をご覧ください。今日は2セクションでカットする軽い質感のショートボブをカットします。ポイントは内側をショートにカットして上側にボブが乗ってくるスタイルになります。こうすることで分量調節しなくても軽くなり動きも出やすくなります。それではブロッキングですが、今回は2セクションでカットするので、この目尻の上がったライン、頭の8回りにブロッキングラインを床に平行に引き、このようにバックセンター、頭の一番出ているところに向かって少し下がるように取ります。バックはこのように U 字型になるように取ります。反対側も同じように取ります。まずこのようにセンターで分けます。次に襟足に初めのうちはガイドを作りましょう。慣れてきたらガイドを作らず縦スライスでカットしていきます。そうするとアウトラインが薄く不揃いになり自然になります。ブロッキングできましたら横から顔を確認し、襟足の長さをイメージします。パネルは少し段差がつくように指1本から2本浮かせてカットします。はじめは襟足が薄くなるようにガイドを作り、そこにつなげるようにカットします。ここの一番下のガイドに向かってカットします。はい、このようにカットできましたら、次から縦スライスに取り、オンベースでカットしていきます。下のガイドにつなげていきます。
はい、このようにカットできました。次はフロントサイドに向かってカットしていきます。パネルの引きはバックはオンベースでカットしていき、フロントサイドはベース半分、ハーフベースで後ろに引きカットしていきます。反対側も同じようにカットを進めていきます。次にワンパネルだけ前に引き、この角をカットします。こうすることで顔にきれいになじみカーブを描きます。左右対称にカットするためにはバックはオンベースでカットし、フロントサイドはハーフベースで少し後ろに引き気味でカットするなど決めてカットすることです。できましたら、この段階で毛先にチョップカットしていきます。ウェットでチョップカットする場合、ドライカットと違って分量が多くカットされますので、コームも荒刃よりは三つ刃の方で溶かした方がミスなくカットしやすいと思います。カットが正確にできるようになったら、最初からチョップカットしていくことで時間短縮になります。
反対側も同じ要領でカットを進めます。できましたらトップセクションになります。バック第1ブロックは三つ襟幅ぐらいが残るようにブロッキングします。このバックセンター部分に新たなガイドを作ります。この部分は2センチぐらいオーバーラップするようにカットしますが、あくまでも横から見た場合シルエットを決めるところですので、横からも確認しましょう。パネルの引き上げ角度は45度ぐらいに引き上げて、毛先に段差ができるようにカットします。まずはここの三つ襟幅にガイドを作ります。ガイドができましたらトップの紙をセンターで分けます。このように前下がりにブロッキングします。下をガイドにパネルを引き上げカットします。反対側も同じようにカットします。次もフロントサイドに向かって分け取り、バックセンターよりカットしていきます。フロントサイドに向かって頭の丸みに沿ってパネルを引き、カットを進めていきます。フロントサイドは少し前下がりになるようにカットします。ここの頭の丸みに沿ってカットしていきます。フロントサイドもパネルは引き上げカットします。
このように少し前下がりになるようにカットします。反対側も同じようにカットを進めます。カットできましたので、次に前髪からカットします。目尻幅に前髪部分を取ります。目頭幅ぐらいに取り、角をカットします。次にガイドに向かってこのようにつなぎます。反対側も同じようにカットします。次にトップ部分をこのように取り、三角部分をチョップカットします。バック部分のトップは頭を四角くイメージして8回り部分を対角線上に引き出し、角をカットしていきます。フロントサイドに向かって角を取っていきます。
内側が短く切られていますので、これで十分分量調節できます。反対側も同じように角を取っていきます。ウェットカットの終了になります。では乾かします。はい、乾きましたのでドライカットしていきます。前から見たところも内側が短く2セクションでカットされていますので分量は少なめですが、それでももう少しなだらかにしたいと思います。横から見た感じもはっきり段差が出ていますので、もう少しなだらかにしていきます。バック部分もはっきり段差が出ていますのでぼかしていきたいと思います。まずはバックアンダーセクション、ウェットでチョップカットしていますが、もう少しドライカットしてニュアンスをつけていきたいと思います。アウトライン、スライドとチョップカットで雰囲気を出していきます。次に深めのチョップカットしていきます。左右のバランスを見てドライカットしていきます。襟足の部分はできましたので、上側のボブ部分をドライカットします。フロントサイドのアウトラインを深めのチョップカットでラインをぼかします。
前方方向にパネルを引き、毛先をチョップカットします。反対側も同じように行います。今度はバックから8回りの毛先にチョップカットしていきます。内側の髪が2セクションで短くカットされていますので、トップは毛先中心の深めのチョップカット、毛先が筆先のようにカットしていきます。もちろん反対側も同じようにカットを進めていきます。その下の角もカットしていきます。このように
バッグがなだらかにボケてきました。前髪はこのようにスライドカットで少し透けるようにドライカットします。トップ部分は中間部分にチョップカットします。立体感と動きが出てきました。反対側も同じようにドライカットします。アウトラインが透けてきました。これで分量がちょうど良くなってきました。ドライカット終了です。今回はこのまま仕上げます。出来上がってきました。仕上がりです。はい、今回は2セクションのショート部分をカットしました。扱いやすさ、フォルム、バランスを考えながらカットしました。同じようにフォルムやバランスを最初は真似することで自分のイメージしたデザインバランスが分かってくると思います。
バッグのポイント位置や顔に対してどこか、襟足の長さはなどよく観察してトライしてみてください。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。